けましておめでとうございます。私はバックパック一つで世界を身軽に旅しているおばさんバックパッカーのアイロ70です。2025年なんですが、私はなんと世界一周旅行に出かけます。去年2024年はいろいろなところに行ったんですが、この2025年私は世界一周旅行に出かけます。この動画では内容を大きく2つに分けようと思います。まず前半は私は夫と子供3人がいる主婦なんですが、その主婦が世界一周旅行に行こうとした時に起こってくる問題についてどのように解決したかということを紹介します。その問題っていうのはまたこれも2つあるんですが、家族のことと資金のこと、この解決方法を紹介します。後半はこの世界一周旅行の具体的な予算と何に使っているかで、またこれから何に使おうとしているかという内訳を紹介します。では早速行きましょう。世界一周旅行に行こうとした時に家族に関しての問題が起こってくるかと思うんです。私がいない間にどうするかだとか、その解決方法なんですが、これは工程を4つに分けることで解決しました。最初世界一周旅行に行こうと決めた時に2ヶ月の工程を組んだんですが、ちょっと2ヶ月まるまる私が家にいないというのも問題が起こりそうだったので、15日間というのを4回この2025年に行きます。で 15×4 で60日ですね。15日が家族にとって長いか短いかなんですが、それは去年いろいろちょこちょこ行きつつ、15日私がいなかったら大丈夫かなという結論を自分で出したので、15日間というのを4回行くことにしました。工程を紹介しようと思うんですが、私はこの4回の旅を第1期、第2期、第3期、第4期というふうに名付けていて、細かい工程はパッキング動画の時に紹介しようと思うんですが、大まかに言うと第1期は日本を出て15日間旅をしてトルコのイスタンブールに到達しようと思ってます。でそのイスタンブールから日本に戻ります。これが第1期。次第2期は第1期の終わったところ、日本からまずイスタンブールに飛んで15日間旅をしてオランダのアムステルダムまで行きます。でアムステルダムから日本に戻ります。これが第2期。第3期は日本から第2期の終わったところなので、オランダのアムステルダムに飛んで15日間旅をしてイギリスのロンドンに行こうと思ってるので、ロンドンから日本に戻ります。でこれが第3期ですね。で次最後第4期なんですが、第3期の終わったところですね、日本からまずロンドンに飛んで旅をして大西洋を渡ります。で渡ってカナダバンクーバーから次は太平洋を渡って日本に帰ってこようと思ってるので、これでトータルで第1期から第4期までつなげると世界一周したことになるんです。次が資金をどのように調達したかということなんですが、資金は3つあるんです。1つ目っていうのはもう単純に貯金です。今まで貯めた貯金ですね。で2個目はこの2025年の日本で働くパート収入です。3つ目の資金っていうのは、これはお金ではないんですけど、特典航空券を資金として紹介します。でなぜかというと、単純に世界一周するんならその世界一周航空券だけで終わるんですけど、私の場合は第1期の終わったところから日本に戻る、次日本に戻ってから第2期の始まるところまで飛ぶっていうことで、この余計な航空券が3往復発生するんですね。これをどうしたかということなんですが、どうしたかということが、この旅をするきっかけにもなったので、それを紹介します。まず2024年ですね、去年の1月にマイルが貯めることのできるクレジットカード
を契約したんです。でこれでマイルをいっぱい貯めて特典航空券を手に入れようという意気込んで契約したんですが、この時ねちょっとラッキーだったのが、うちの3人の子供のうち2番目と3番目がちょうど高校に上がる時と大学に上がる時で物入りやったんですね。ノートパソコン2台だとか制服代、スーツ代、定期代とかもクレカで決済したし、あと当然光熱費、食料にかかるお金とか全部クレカで決算したんです。そしたら契約して3ヶ月以内にこれだけ使うとマイルいくらか上げれますよっていう目標金額に50万ほど足りなかったんですね。50万あったらこの目標金額クリアしてマイルたくさんもらえるのになって思った時に、そういや世界一周航空券ってこれぐらいの値段やったなと思って、で私そういや世界一周したいと思ってたから買おうと決断して買ったんです。だから私にとってその世界一周旅行っていうのはクレジットカードを新しく契約しなかったらしてなかったと思うんですが、クレジットカードを新しく契約したということでマイルが貯まって、あと世界一周旅行に行くきっかけにもなりました。ちょっと横道にそれたんですが、資金はその以上3つですね。貯金と今年見込めるパート収入、クレジットカードを契約することによって発生した特典航空券というのが私の世界一周旅行の資金源です。で次、後半なんですが、世界一周旅行の予算と内訳を具体的に紹介します。この予算なんですが、もうズバリ金額で言うと60日間の世界一周旅行が250万。まず、貯金がだいたい160万、2024年去年の私の収入で繰り越した分が20万あって、この2025年のパート収入を70万見込んでます。でトータルで250万で、この中でもうすでに使ったお金160万あるんです。何に使ったかっていうことなんですが、まず、航空券、私はスターアライアンス世界一周航空券というのを買ったので、これが、58万4980円でした。あと先ほどお伝えした通りに余分な航空券が3往復分発生するので、2往復分は特典航空券で用意して、丸々マイルでちょっと用意できなくっていくらか足したんです。残りの1往復はエクスペディアで購入しました。で航空券は以上です。で次、もう泊まるところですね。これも第3期まで予約してます。ホテル予約サイトとかには特にこだわりがないんですが、こだわったことが3つあって、独立した部屋であること、部屋専用のバスルームがあることと、1泊2万以内っていうのが私のこだわったこと3つなんです。第1期は主にアジア行くのでそこまで高くはならないんですけど、ヨーロッパとか行くとなると2万超えてるところもあるので、平均取ると2万ちょっと下回るぐらいが今の現状です。あと航空券、泊まるところ、あと使ったお金として3つ目なんですが、ツアーガイド代です。例えば第1期にインドに行くんですが、ちょっと私にとってはハードル高い気がしたので、日本語の喋れるガイドさんと車のチャーター代を手配しました。でそれが3つあるので、使ったお金の中といったツアー代が入っています。だからその160万の内訳は航空券、宿泊代、ツアー代ですね。それでは逆にこれから使うお金を90万見込んでいるんです。その内訳っていうのは第4期の宿泊費1泊2万、それかける15日30万ですね。それと1日使うお金の予算として1万を持ってるんです。これが高いか安いかはその行った国によるので、インドで 1日1万使うってことは多分おそらくないと思うんですが、物価の安い国で余ったお金をヨーロッパ回る時に使ったり、ヨーロッパは電車とかにも乗ったりしようと思って
ってるので、そのお金に回そうと思ってるんです。あとこの宿泊費もちょっと節約本当はできるかなとは思ってて、なぜ節約したいかっていうのは、やっぱりその余ったお金を次の来年2026年に回したいので、ひょっとしたらドミトリーとか気が休まるのかっていうところがちょっと不安なんですけど、支出を抑えたいために宿泊するところ変える可能性はあります。これから使うお金は90万と予想して、で使ったお金が160万なので、予算は250万で世界一周しようと思っています。こんなにお金や時間をかけて旅することはもちろん初めてなんですが、これから初めて行く国で見ることを感じること、あとどんな人に出会うんだろうっていうことでとてもワクワクしています。それではパッキング動画で会いましょう。